おはようございます。おはようございます。今日はね、またメンバーで集まってガン首揃えてサーリーがね、入荷新しい色とか入ってきてるので、まあちょっとその辺の話をしようかなと思うんですけど、はい、この前みんなで話しててね、サーリーのモデルの中でもそのフレームをカテゴリーしてる、まあ、サーリーの本国のページ行くとそれが載ってるんだけど、大地5つあるんだけど、わかる？ロードグそういうんじゃない、そういうんじゃない、そういう系からそういう呼び方じゃないですよね。そういうのはもう普通のさブランドがやるからさサーリーらしいさ、そのさトレイルとかなんかあるんですよね、多分。あるね、あるね、トレイルあるね。多分そんぐらいそんぐらい。ちょっとでも俺も自信ないかもしれない。じゃあ金子さんがちょっと答え合わせて。見たことないトレイルでしょ。トレイルはね正解してます。ホーリンでしょ。ホーリン、運搬ね。運搬ね。運搬。ペイブメントでしょ。ペイブメントね。あとなんだっけ？あとなんだっけ？なんかでもめっちゃ難しいやつがあったんよな。いや、あと2つはねもう簡単。ファットバイク？違うよね。最初の T トレイル。それ言った。あ、わかった。ツーリング。そうだわ。そう。最後はちょっと日本だとなかなか見かけれないんだけど、いいバイクや。そう。そうだ。確かに。そうだわ。じゃあもう一回最初から金子さん。ペイブメント、トレイル、ツーリング、ホーリン、E バイク。はい。5つに今あるサーリーのモデルは分類分けができますっていう感じですね。今思ったらホーリンとツーリング一緒じゃダメなの？違うんか。やっぱツーリングとね、運搬と目的が違うんですかね。確かにそうだ。今日はその5つを話すんじゃなくて、ペイブメント。僕この言葉はね、金子さんがもうねずっとピットでペイブメント言ってたね。言ってるのをミッドナイトステップじゃペイブメントだね言ってるのを聞いて、実は僕も知ったんですけど、なんで今日はそのペイブメントの車種についてフォーカスしていこうかなとわかりました。思います。じゃあなんで今日ペイブメントかというと、そこに分類される車種がストラグラー、プリアンブ、ミッドナイトスペシャルっていうので、僕らのお店で特にサーリーのラインナップの中でも特によく組ませていただくなっていう3車種なので、注目して話していこうっていう感じですね。そうだね。そもそも金子さん、ペイブメントって土の上の道じゃないみたいな感じで、固く踏みしめられた道みたいなのがあれで、まあ舗装路のことをペイブメントっていうんだけど、なんかイギリスだと歩道のことをペイブメントって言うらしい。なるほど。なんだけど、まあそういう風なところを走れるよっていう風なことをペイブメントっていう風に言うらしい。普通の自転車のブランドだとなんて言うんだろう、なんかロードとかっていう風にカテゴライズされるところなのかな。確かに。アーバンよく見るね。確かに。アーバンっていうよりさ、ペイブメントっていうのが。だってほら、アーバンって聞いちゃったらね、東京しか走れねえんかみたいな。めっちゃ都市部みたいなイメージある。そう。そうなんだよ。ペイブメントっていうと、そうじゃないところで全然走れるっていう。なるほど。どこまでがペイブメントなのかなっていう気もするね、日本からすると。砂利道はペイブメントなんですか？ペイブメントの語源でさ、なんかフランス語かでパベって石畳のことをパベって言うんだけど、ロードのっていう人の用語で。で、まあ、あそこから来てるらしいんだけど、日本の石畳っつったらもうそれは砂利道かって俺は思うんだけど。まあそうか。そう、だから田んぼのあぜ道もあれギリペイブメントになるっていう。まあ確かにね。3車種が僕らのお店だとよくそのエブリデイバイクに組んだりとか、ストライトとかになってくるともう少しドロップハンドルでとかシリアスな感じでとか組むこともあるんですけど、まあエブリデイバイクとして組むことも多くて、なんでじゃあペイブメントに分類される3車種がエブリデイバイクに向いているか、僕らがよくご案内しやすいのかっていうのを改めてなんでだと思います？大地君。サンタをさ最近組んだでしょ？組みました。ストラグラー。しかも昔のストラグラー。ちょっと古いね。ちょっと古いというか。なんかずっと気にはなってて、いろいろできるっていうのがやっぱポイントだったというか。いろいろって何よ？まあシングルスピードにできたりとか。
まあそのやりようによっちゃなんか固定ギアで遊べたりとか、そういうなんか今のそうですねサーリーのモデルの中で一番なんかその何でもかんでもっていうのができるのが面白いなと。太陽飲み込んでくれる。でもそうなんだよな。この時のストラグラーがね、シングルのエンドになるの確かにね。ね、シングル引っ張れるエンドにもなってるっていうのがやっぱいいよな。なんで新しいストラグラーそれにしてくんなかったんだろうな、本当に。まあいや、危ない危ない。カウさんはミッドナイトスペシャル乗ってるじゃないですか。うん、まあちょっとエブリデイバイクな組み方かって言われたらまたちょっと違うかもしれないけど、出始めの時のね組んだ時のブログとかもう一回読み返そうと思ったんですけど、あれ相当前じゃないですか。結構前か、5年前ぐらい。なんで当時選んだんですか。一番最初はサスペンション、グラベルサスペンションフォークっていうのが世の中にあるくせえってなって、やべえ入れてってなって、で何のバイク選ぼうかって時にミッドナイトスペシャルがそれ飲み込めるヘッドチューブの太さだったからさ、だからもうこれじゃんと思って乗ったのよ。でただその前にペーサーっていうさ、昔サーリーがあったロードバイクのフレームがあったんだけど、それのなんだ後釜として出ますよミッドナイトスペシャルっていう風に言われて出た形が全然ロードバイクっぽくなかったじゃん。なんか太いタイヤ履けるロードバイクってなんじゃそりゃみたいな感じのバイクだったんだけど、なんかそれを組んでくれたお客さんがいて、でそのバイクを試し走りちょっと俺もさせてくださいって言って乗らせてもらった時に結構ロードバイク感があったのよ。でなんかすごいな、こんな太いタイヤも履けるのにロードバイク感はちゃんとあるんだって思って、結構そこから気になってて、そういう風に気になってたところもあるし、サスペンションフォーク入れたいしっていう欲もあって、それがこうガッチャンコして、あれができ自分が乗ってた結構いろんなとこ行ってますよね。結構いろんなとこ行った。セフトキャンパートレイルまで行かないけど、でもちょっとしたさ砂利道行ったり、河川敷行ったり、あとはまあ山だーって登ってってちょっと下れる砂利のダブルトラックみたいなとことか、なんかそういうところ林道を走ったりとかっていうのに関してもめちゃくちゃ調子が良くてですね、だから本当にあれいいバイクなんだよな。まあ、ちょっとね今話脱線してエブリデイバイクからちょっと出ちゃったけど、そういう遊び方もできるし僕らのバイクカタログ見るとね、意外と前にバスケット着て、純正のフォークだと黒森フォークなんでバスケット着せたりとか、ちょっと緩めのハンドル着せたりとかして組むこともあるから、フラットバーロードとかさ、コミューターバイクみたいな感じで組むこともできるかなっていうのがミッドナイトスペシャルかな。エブリデイファストロードもできるかもしれない。ドロップハンドルつけて前カゴポンってついてる大好き。いい。そうなんかそういうのとかね、ダンカンっぽいよね。早いやつです。そう。プリアンブルは皆さんどんな印象です？僕俺好きなんですけど、何が好きかって聞かれたらちょっとうまく答えられないですけど、ちょうどいいっていう。軽やかなんだよな。なんかハンドリングが。そうです。なんかハンドリングを僕もなんかすごいよね。そう独特っていうか、軽すぎるみたいな。荷物乗っけてちょうどいいんじゃねえかっつぐらい。そうコントロールしやすい感じっていうんですかね。そうだからこのプリアンブルもサーリーの説明文見ると分かるけど、スポーツバイクってなんだろうなっていう風に興味を持ってる人っていっぱいいると思うんだけど、そういう人たちがどのバイク買おうかなって言った時に、なんかそのマーケットにはもしかしたらロードバイクしかなかったりとか、あとは日本で言ったらクロスバイクっていうし、海外で言ったらフィットネスバイクとか、シティコミューター、コミューターバイクとか、なんかそんな風に言われるジャンルがあるんだけど、なんかそれともちょっとなんか違うんだよなみたいな人たちにこう間にスッてこう入ってこれるような作りになってる気がしてて、なんかちゃんとドロップで組んだらロードバイクになるし、フラットで組んだら確かにコミューターだよね。海外版ママチャリみたいな感じですかね。またちょっと違う。海外版クロスバイク。僕もそう思ってて、なんかサーリーが本気で考えたいわゆるなんかスポーツバイクみたいな感じで、なんかよくさ、これ何でもできるんですよとかって言うけど、自転車の設置だったらストラグラーもミッドナイトもそうですけど、私何でもはやらないなとか、俺何でもはやらないなって人ってやっぱり結構いると思うんですよ。でそういうした人の時になんかこうスチャッとはまるっていうか、これで十分悪い意味じゃなくて、
これで十分だよねとか、こんだけあればもう満足だよね、これ以上は私には必要ないかなっていうのに方にすごいハマりやすいんじゃないかなっていうふうに思ってるので、僕は割とすごい好きです。でいざとなればね、子供さんが言ってくれたみたいにちょっとバックつけたりとかドロップハンドルにしたりとかして、少しその自分の最初はやらないと思ってたけどみたいな使い方にもアジャストできるっていうのがめっちゃいいんじゃないかなと思いますね。なんか本気になったらなんかできるみたいな。そう本気になるかどうかも分かんないから、ちょっとこっちは難しそうだなっていう方にぜひちょっと試してもらいたいモデルかなとは思いますけどね。本当そんな感じだね。じゃああなた方3車種話してますけど、じゃあどういう使い方でどういうのだったらこれがいいですよとか、3車種の違いとかっていうのは、まあ、ストラグラー新しくなってるからちょっと今スルーしちゃったけど一応話しておく。ストラグラーどう変わったんですか、金子さん。俺もね一回映像撮ってからあんま乗ってないんだ。より乗ってないんだけど、もともとのストラグラーよりどうなりました？もともとのストラグラーよりね、ちょっとその荒れた道に特化しちゃったなみたいな感じがする、俺は。良くも悪くも。でもしかしたらサーリーのさ、いいとこでもありなんかこうクソって思うとこなんだけど4、5年後とかに気づくのよ。なんかうわこれ確かに良かった、これ作ってくれてすげえ最高っすみたいなのってあるんだけど、まだそれに気づけてないような状況だからと思って。でなんか俺これの接客何回かしたことあるんだけど、なんかねグラベルバイクとかが結構世の中こうやって見渡してみるとさ、俺が例えばサスペンションフォーク入れて、6センチ幅のタイヤ入れてとかっていうのもグラベルバイクとして捉えられちゃったりすると思う、でそれってトゥーマッチっていうかもう十分すぎるっていうか、そんないらなくねみたいなっていう風に思う人もいるし、なんかそしたらもう全部そうなっちゃうじゃんみたいな。マウンテンバイクにドロップハンドルつけたらそれもグラベルバイクなんですかみたいな感じになっちゃうじゃん。でなんかそれはどんどんなんだパンプアップしていくだけでなんか飽和してっちゃうみたいなことが起きそうだから、なんかサーリーがいやもうグラベルバイクはこんぐらいがいいんじゃないんですかみたいな感じでものづくりした結果なのかなっていう気がしてて、確かに。でサスペンションフォーク入れられますよっていうふうにオフィシャルでも言ってるし、タイヤ幅は50C までですみたいなことも言ってるから、なんかそれだけ見ちゃうとなんかサーリーあれだねみたいな、そうやって数値とかでカテゴライズしちゃうような感じのバイク作っちゃったねみたいな風に思ったの俺は。なんかつまんなって思ったんだけどでもなんか今のいろんなブランドのバイクとか行き過ぎたブランドのバイクとか見てたりするとちょっと確かに行き過ぎてんなみたいなところがあるから、なんかそれを一回ストップかけたんかなっていう気がしてて、でただまあ俺冒頭にも言ったけど、ただエンドはな、なんか後ろに引っ張れるようにさ、昔のストラグラーみたくにできるフレームっていうのがだんだんサーリーの中でも少なくなってきてますね。そう俺ね、さっき気になって新しいストラグラーのこともっと知っとかなきゃと思って予習もう一回してたの、その時バイクパッキング .com でさレビューがあったの、新しいストラグラーの、でまあねレビューだからさ、これが長所ですこれが短所ですって書いてくれてるんだけどさ、その下にこうコメント欄があるの、いろんな人が書き込めるやつ、もうあれポチってやったらブワーって出てきて、でほとんどが前のストラグラーのラグのフォークの肩がセクシーだったのにとかエンド引っ張らなくなっちゃってるじゃんとか、ヘッドチューブが 44mm なのかみたいなのが結構みんな昔のストラグラーに対して思い馳せてるコメントが多くって、結構まあ俺たちが思ってることと一緒ですね、結構変わんねえんだなっていう風な気もするし、でただそんなことを言っときながらも多分 5,6 年後とかにこれやってよかったわ確かにみたいな風になるような気もするから、でなんかね俺はミッドナイトすごいやっぱ好きだったの。これ乗った後に一回でもこれ乗った後に確かに俺ミッドナイトの方が好きかもみたいな、ロードバイクっぽさみたいなやつがやっぱミッドナイトの方があるから、もうちょい舗装路とさオフロード砂利道みたいなのがさ割とこう境目ないっつうかさ、舗装路は速くってでオフロードは太いて楽しめてみたいなの方が俺はいいのかもなと思って、もう一回ミッドナイトはミッドナイトで組みたくて、でこれはこれで
なんかドロップハンドルマウンテンみたいな乗り物を作れたらまたそれもそれで面白いかなと思って、なんかまた組み直しを考えてるんですけど、またサスペンションつけんだけどクリアランスはミッドナイトよりもないんだよ。そうですよね。見たそう目が不思議なもんでこっちの方がミッドナイトの方が太いんだよ。うん見てると 2.2 入るね。そうですよね。入ったダイナミックのあれが入りますね。まずまず入る。あーそうそう 2.3入るの。入ってたと思いますよ。俺が入ってたか。俺石入ってた井さんも入れてました。新しいストラグラーの僕的にはですけど乗せ替えとかがしやすくなったのはいいなと思います、ね、今現代の多分某っていうか大手のマスメーカーとかの完成車があるじゃないですか。ありますねあれってもう全部スルーアクセルディスクっていうほぼ固定された作りっていうかまあ設計なんですか。どうしたんですか全然そこからもそうじゃん。まあねまあそうなんですけどそこのジャンルの自転車をもうすでに乗ってる人で実際楽しんで、でもなんかちょっと違うなっていう時に多分サーリーのこの新しいストラグラーっていうのが候補に上がってくる。そうだね。下からの目線で言うともうシングルにできないみたいな感じじゃないですか。カスタムの幅が少なくなる。僕結構上からの目線っていうかすでに自転車楽しんでる人がやっぱこっちの方がいいなっていう人に向けた新しい企画のストラグラーになったんじゃないかなって思いますけど、なるほどね。どうなんでしょうかね。いやいやそうだと思う。もう合ってると思う。でなんかそのなんだバイクパッキングのところのコメントにも書いてあったんだけど、そのミッドナイトスペシャルあんじゃんっていう俺みたいなやつがいるわけ。そういるんだけど、でも今話聞いててそっかと思ったのが、そのロードバイクペイブメントの中でも、一応まあねロードバイクっぽい乗り物とグラベルバイクっぽい乗り物みたいな2つが今サーリーいることになってる。ストラグラーはグラベルバイクのカテゴリー。新ストラグラーとミッドナイトスペシャル。だからそこでその乗せ替えの人たちの需要がもしあったとしたら選べるじゃん。俺ってグラベルの方が欲しかったんだって言ったらニューストラグラーを乗せ替えの入れ物として使えるし、いや俺ロードバイクの方がやっぱいいんだなとかって言ったらミッドナイトの方に乗せ替えの需要があるから、そういうことでもあるのかって思った。だからさっき俺ミッドナイトスペシャル好きだとかって言ってたけど、もちろんこれにすごいいいとこあって、やっぱその荒れた道とかでミッドナイトスペシャル乗ると結構不安定な時あるのよ。なんかこれハンドルペッて切ったらもうすぐフロント滑ってくなみたいなのとか、ヘッド角がさちょっと立ってたりとか、サスペンションフォーク入れたところで立っちゃうみたいなのがあるから、なんかそういったところがやっぱちょっと良くなってるなこれって。だから荒れた道とかの下りとかでかっ飛ばしても割とこうなんだ、まあもちろん行き過ぎたら滑るけど、割とこうコーナーとかも危なげがないっていうか、なんかそういう設計にはなってるから、だからね、そうだね、ミッドナイトと新ストラグラーの住み分けっていうのは割と実はちゃんとできてんだなっていうのは。ペーブメントの中でも割とこうピッと分かれてる。そう結構分かれてるかもしれない。でその真ん中にじゃあその旧ストラグラーがいたりとかプリアムがいたりとかそうっていうかまあ下だな、なんか下にいるって感じ。なんか俺の感覚ではそのニューがですか、ニューストラグラーミッドナイトスペシャルがいたとして、ストラグラーは旧ストラグラーは多分この辺にいるの。この辺にいる、この辺にいて、でプリアンブルがこの辺にいる。なんかロードバイクのカテゴライズみたいなところに一応属してはいるんだけど、なんかその目線が下からってやつの一番近いところにいるっていうか。そんないっぱい言われても分かんないよっていう人もたくさんいると思うし、実際俺がね初めて自転車買うってなったらなんとなくサーリーがいい臭いまでは調べたけど、なんかちょっとどれがいいか分からない。なんか空手モンキーとかはマウンテンバイクっぽくて街中の移動だけで使うからあれっぽくないなまでは分かる、けどあとちょっとその他の車種は横並びで見た時に分かりづらいってなった時に、この人はじゃあストラグラーの方がいいな、この人はプリアンブルの方がいいな、この人はミッドナイトスペシャルがいいなって思うのって、どういう情報からそれを取ってお話しするんですか？今あるこのペイブメントの3車種だったら、スポーツって
っていうカテゴライズとデイリーっていうカテゴライズの2個の点の軸でやりそうな気がしてて、でスポーツもうめっちゃスポーツです私とかだったらミッドナイトから始まる。でほんとそれのちょっと横ぐらいにプリアンブルがいる。でデイリーにもう全然寄せていいっすよとかだったでこうやって言うけどもでここでデイリーに使いたいですねって言ったらだんだんこの二軸が寄ってくのこうそうそうで寄ってってでちょっと今これね横軸で考えてたからあれだけどなんかちょっとこうね価格帯とかあとその人のマジ具合とかスポーツはスポーツでもなんかゆくゆく100キロ乗りたいんです200キロ乗りたいんですっていう人の軸となんかまあ本当にあと1年で3キロ痩せたいんですぐらいの話をこんなもんすかねみたいな軸があるって言うんじゃん。でそれがさここでこう上下で軸になってるわけでそれがだんだんこう寄ってきてあなたは100キロ200キロ200キロ走るあなただったらミッドナイトスペシャルですねになるかもしれないしどうだっけ2、3キロ痩せたいだったらプリアンブルになりたいですねでいいかもしれないですねってなるしでなんかもう本当にデリーに使うだけっすとかなんかもう本当にいろいろそのフレームをベースになんかもう何でもしたいんですみたいな感じの人だったらもうじゃあ昔のストラグラーに乗ったらどうすかみたいな感じで言っちゃうかな。ちょっと今言いながらこれ違うかもみたいなことがいくつかあったんだけどでもなんかほんと超ざっくりで言ったらそんな感じでそのデイリーに寄せだからそうかデイリーが寄ってくる時までねミッドナイトスペシャルを持ってるがそうミッドナイトスペシャルが欲しいよで私200キロ走るかもしれないみたいなだけどでもカゴつけないんだよねって言ったらじゃあ寄ってきたデイリーでミッドナイトにカゴつけましょうみたいな感じでやることも全然あるしサーリーってね何でもどのモデルにもねそのデイリーを寄せれるかなそう寄せれるんだよねそう難しいですけど難しいんだけど説明するとなると逆にデジは僕、まず予算感っていうかもありますけど、けどやっぱ今まで納車とかお話しさせてもらった方でいうとやっぱりアウトドアとかね好きな方とか割とやっぱりミッドナイトとかに行きやすいのかなっていうですしおすすめしてもマッチしやすいのかなと思うのと。あとやっぱカジュアルに使いたいってことだったらやっぱりプリアンブルとかあとはね昔のストラグラーとか、どうしても新しいストラグラーはまだねそんなに納車の数も多くはないので正直なところなのでこれからかなって感じですけどあとクラシックっていうキーワードもあるねホリゾンタルねそう昔のストラグラーはそうなんだよなホリゾンタルトップチューブだからねオーバーサイズでねそうだから線細めでなんかこうじゃ例えば今サンタ乗ってるこのストラグラーがシルバーのパーツで組まれたとしたら、急にやっぱガラッとクラシックなバイクな見た目に見えてくるだろうなみたいな。でそれをもちろんねプリアンブルでもできるだろうしミッドナイトでもできるだろうしなんだけどやっぱそれが割とちゃんと際立ちそうなのは昔のストラグラーの方が際立ちそうだったりとかするんでねさっきも言ってましたけどラグのねラグのねプリアンブルとかは割とその辺省略してフレームの価格を抑えてるとかっていうのもあったりするんでサンタはさなんで組んだの？なんかジムに行く用でしょ？ジム用っていうのもあるんですけどなんだろうお客さんのバイクこう組んでると昔から乗ってるストラグラーをがもうはちゃめちゃに改造する人がいてカーボンフォークさしてタイヤも軽いタイヤで中に TPU チューブ入れてでダイナモ入れてけどカーボンフォークだけどラックつけたいみたいなそのバイクがおもろいなと思ってそのサーリーだったらなんかこの許せちゃうこの感じとかがなんかいいなって触りながら思ってていじり倒してみたいなっていうギア付きにしたりシングルにしたりで固定で組んだこともあってそれもおもろいしやりましたそういうのもなんか面白いなと思ってなんかこうずっといじってられるようなバイクだなと思ったんで買っておきたい。そうだね確かにもう
あんまいいねあれじゃないかもしれないですけど、やっぱこっちのストラグラーに関してはもうだってもうなくなってっちゃう話ですもんね。まあねそれもねあるけど、サンタの買っておきたいもあるけど、何でもできるっていうのがあるやん。はい、そんな何でもする？何でもする。違う、するんだよ。するんですよ。結構持ってみてほしい。だからサーリー1台なんか大地も勝手に騙されたと思って、ニューストラグラー、じゃあ昔ストラグラー、そう買ってみた方がいい。するかな。バチって組んだドロップで組んだストラグラーも好きなんですよ。ああかっこいいね。かっこいいっすね。なんかでも結構ねやるよ。大地がさマッシュのオールロード持ってたじゃない。はい。あれドロップで最初組んでたじゃない。でそれをさフラットにするじゃない。はい。あれと同じ感覚。あれと同じ感覚のもうちょいいろいろできる版みたいな。でももうシングルにしたろうかなってあれしようと思ったらさ、あエキセントリック BB 革だとかってなるじゃん。シングルにしたいとも思わなかった。もうダメだもう。だから全然新ストラグラーの方で僕はいいんじゃないかなとは思いますね。なるほどね。結局多分シンプルがいい時ないですか？気分的に。もうシンプルがいい時はもう固定ギアシングルダメだ。ダメだもうダメだ。勝手にダメだよ。崩せないと思うからな。第一条崩せない。まあでもそういう人もいるよね。まあまあまあでもまあそういうもんだよ。ある程度やっぱなんか用途的なのはっきりしてる方がいいですよね。なんかこう、迷わされちゃう。ああでもそうかもしれない。何でもできますよが大きいじゃないですか。大きい。それってもう怖いじゃないですか。なんかその大地みたいな人もいますしね。僕らはこの古い旧ストラグラーが何でもできますよっていうのをすごくメリットとして捉えてますけど、冒頭にも言ったみたいに何でもしないですっていう人ももちろんいると思うから、そういう方にとって何か適切な自転車をお渡しさせてもらえるのがいいんじゃないかなとは思いますよね。ちなみに大地乗るんだったら何乗りたい？乗るんやったらサーリーのイメージがマジないから、もう全部でいいよ。もうペイブメントとか関係なしで。オールジャンルですよね。オールジャンル。だったらミッドナイトじゃないですか。まあそうですよね。まあそうだよな。大地だったらそうだよね。で 700C で組んでるんですよね。絶対組んでる。そうですね。カーボンホイール、カーボンフォーク。それで出るでしょ。カーボンフォークバージョンとカーボンフォークああ、ミッドナイトあれは何それ？マッチペイントしましょう。マッチペイント多分ホームページコンプリートバイクがアープルの。カーボンリム、カーボンフォーク。ああ、かっこよかった。俺ですね。俺だ。僕がついにあれオリ臭いもんね、カーボンフォーク。マジで？何そんなのなんの今？やべ、全然俺見てなかった。パープル玉虫みたいな。パープルタウンシ。あシルエットとして結構あ。これな？色もかっこよかっこいいですね。乗るとしたらミッドナイトですね。ただでも現実的に買ってよかったなと思うの絶対プリアンブルやと思うんですよ。え？急にだからもうほんまもう十分じゃないですか。街乗りをエコでしてますよっていうのをマジでそんなにスピードを出すこともないっていうか、速く走る瞬間が全然ない。どちらかといえばもうだらだらこぐみたいなってなった時にエポじゃなくてもいいかなとも思いつつ、でもやっぱ軽快さは好きなんで、ってなった時に結局プリアンブルとかがいいなとは思います。あとね、最近体を痛めるんですよ。もう首が痛い、腰が痛いんで、その時にドロップハンドルでやっぱ結構きついんですよ。きついんだ。もうこれがしんどいみたいな。ってなった時にもうこういうハンドルでもうこう楽に乗りたいってなったらエポじゃちょっと厳しいじゃないですか。確かに似合わなそうだし。そうなんですよ。楽なポジションなんだけど速くは痛いんだもんね。そうね、確かに。そっか、そういった時の入れ物としてそうなんですよ。そうだよな。それでミッドナイトスペシャルっつったらちょっとトゥーマッチな気もするし、結局そこで被ってしまうっていうか、エポミッドナイト。なるほどね。組んでよ。プリですか？ちょっと組んでみてよ。パーツなんとかしてかき集めるから俺。なんかハンドルとか。ストラグラーもいいですよ。ストラグラーもいいですよ。ストラグラーちょっと見てみたいんだよ俺、大地がストラグラーさ。軽いっすよ。僕思ったんですけど、何もつけずに。結構もうスイスイビュンビュン系だったんです。でも俺もプリアンブルからさっき金子さんに言われたからとかじゃなくて、なんか多分仲いい
友達がなんか自転車欲しいんだけどもう好き勝手やって1台用意してって言われたら多分これになるっていうか、最初にね日本式クロスバイクって言ってたじゃないですか。修理とかしてるじゃないですか。なんかめっちゃ固有名詞出すけどありますね。あれ試乗するじゃないですか、乗って、めっちゃ楽じゃないですか。めっちゃ楽なんだよあれ。悔しいですけど。悔しい。いやでも別にそれでめっちゃ楽だから欲しいとやっぱり思わないじゃないですか。そう。乗ってる方々がダメとかじゃなくて、やっぱ僕らの感覚で言うと、僕自転車好きなんで。そう、わかる。俺もそう悔しいんだもんいつも。けどめっちゃ楽じゃないですか。これでよくね。それが俺できるんじゃないかってね思ってるフレームがわかる。そう。金子さんが昔こうプリアンブル出た時にやってくれた自由研究でやっぱりね紹介文がいいです。クイックリリースじゃないことに関してスルーアクセルで助かったことありますかっていう奥さんに言って俺聞かれた時にスルーアクセルでよかったって感じたこと多分ないっすよ。一個もないよね。なんだったら俺スルーアクセルで困ったこといっぱいあるもん。輪行初期にあれスルーなくねみたいな。抜けないとかね、回んないとかね、そうあったりとかして、初めて欲しい方からしたらすごく必要十分なバイクですし、これ凝り固まったこちらサイドから見ても一回見つめ直した方がいいかもしれないなっていうような車体になるんじゃないかなって僕は思ってるので、サーリー1台組めって言われたらもうこれかなと思います。今日は、サーリーのペーブメントに分類されるカテゴライズされる、ペーブメントって言葉なんか多分使いやす多分今日のね夜の飲み会とかでも使いやすいと思うんですけど、絶対やると思う。絶対ペーブメントにカテゴライズされる3車種についてお話しさせていただきました。はい、皆さんお疲れ様でした。来週はトレイルでトレイルで頑張るぞ。トレイル取るぞ。次回トレイル